息子さんが亡くなってしまった方の形見の靴ですね、お父さんが持ってきた靴ですね。お父さんが息子さんの形見っていうことで、たまたまサイズが同じでこう履けそうっていうことで、息子さんの思いを継いで履いていきたいっておっしゃってたんで、それをちょっと実現させたいなっていう、こういう風にソールに穴が開いてしまってる感じですね。こうですね。これ今見えてるのがこの中のこれの裏なんで、今見えてるこれがこれの裏なんですよ。今本来はこのアウトソールっていうのがここにあって、その中にコルクがあって、それで中底っていう部材があるんですけど、その中底がもう傷んでしまってるんで、一旦靴として全部分解してバラバラにして、その中底交換からするっていう割と大掛かりな修理ですね。こういうふうに指が当たって穴が開いてる部分が多いので、まず右足の方はだいたいここですね。右足なんで親指か人差し指の爪上部が当たってますね。あと左足は逆に今度小指の方がすごく当たっていて穴が開いてしまってる感じですね。当たってる箇所が少し違うんですよね、やっぱり。同じ型が履いてても右足と左足で足の大きさが違うんで、匂いでなんとなくやっぱ黒って似てるんで、どれがどれかなっていうのが時々分かんなくなっちゃうんで。息子さんの形見をお父さんが履くじゃないですか。これ今まではその息子さんの足の形で足癖でこう損傷してるわけなんですね。でそこにまたお父さんとはいえ血はつながってはいえど別の方、親子でも足って全然形違うんで別の方の足が入ると違うところへ負荷がいくんで、いつも以上に増して当て側とか補強を念入りにしてあげないと今までかかってないところへグンっていくんで、それによってブチブチブチって破けちゃったりとか避けやすいっていうのはあるんですよね。人からいただいて
これから履きますとか、誰々の形見でこれから私が履きますっていうのはいつも以上にやっぱ慎重には作業しますね。難しいのがやっぱこういうシワっていうのは中の先芯っていう芯が入ってるんですけど、ここから一文字から前の部分っていうのはで、その芯が折れちゃってるんですよね。こういうのってだいたい履きすぎちゃったりとか、あとはちょっとシューキーパーを入れてなかったりとか、雨に濡れてそのまんま放置しちゃったりっていうのでこうへっこんだり折れちゃうんですけど、これも中の芯材を交換はできるんですよ、新しくしようと思えば。ただそれをやってしまうとやっぱこの息子さんが履いた証がなくなっちゃうんですよね。今回はあえて交換してないっていう感じですね。外観が変わってもいいっていう方もいるんですけど、今回の靴に限ってはそのお父さんが息子さんの思いを継いで、息子さんが履いてた証をそのまんま引き継いで使っていきたいっていう部分なんで、ちょっと今回のお客さんに関してはそこは何て言うんですかね、もう強度最重要視っていうよりは、今まで使ってた雰囲気を壊すことなく汚すことなく修理して差し上げたいなっていうのでこういう形にしましたね。これは中底って言って靴の何ていうんですかね、核となる部材なんですよね。これに全ての部材が止まってるものがこういった革靴っていう風になるんですけれど、本当はこれも息子さんの足の形がついたこれをちょっと再利用して差し上げたいなとは思ったんですけれど、さすがにですねこの核となる部材がこう見ていただくと分かるんですけど、こういう風に割れちゃってるんですよね。そうなんですよ、こういう風に。銀が割れるっていうんですけど、人間でいうと甘皮が割れちゃってるので、ここまでちょっと割れがひどい深いと、履いてってここで人間ってこうやって屈曲させて地面を蹴り出すんですよね。が特にここにシワがこんだけ深いものが入っちゃってると、履いていった時に後々大変なことになってきて、ここでこう割れかねないんですね、部材が。これはちょっと泣く泣く新しい部材に交換っていう感じですね。今後お父様が使っていった時に、だからあれですよね、息子さんが途中まで育てて後半をお父さんが息子さんの代わりに育てていっていただいて、またお父様の足の形にこれが沈んでいくっていう、2人で育てていってもらうっていう形ですよね。これはざっくり合うかどうかを確認しているので、いい感じですね。
この穴に針を通す感じですね。これらは元からあった穴ですね。こっちに穴が開いていないんで、中底を交換してるんで、だいたいこの辺だろうっていうところを見定めて、こういう感じでブスッと。でこの穴を狙って、なおかつ今度はこっちのこの溝に先端を通すっていう感じですね。ここに通して、だいたいこのぐらいだろうと思ったところでこう通す。ここに針を通して、ここにもう片方を通す。でここから先は勢いよく引く。萩原ですが、今回修理していただいてね、靴、最後までどうも履くつもりでいますし、いいですね。素晴らしいですね、本当に。こんななるんですか。そう